ようございます。西予苔園の苔見沢です。今の時刻が5時52分、6時前ですね。まだ外は暗いんですけれども、朝一番にね、苔の収穫に行くために栽培圃場に向かっています。朝一番に起きて、そしてですね、暗いうちから仕事をして、で、明るくなる頃には一仕事終わっていると、そういうルーティンが最近のルーティンになっています。たまに起きれないこともあるんですけれども、できれば毎日ね、もう朝の4時半5時ぐらいには起きて、で朝ごはん食べる前に仕事を終わらせておくと、そういうのがですね、とても、充実した一日になるので、そういう日が過ごせると気持ちいいですよね。コンビニで恒例のコーヒーも買ってきまして、コーヒーを飲みながら苔の栽培圃場まで向かいたいと思います。基本的にはね、こうやって前日にご注文いただいた苔の収穫というのを翌日の朝に必ず栽培圃場まで収穫に行って、朝に収穫した苔をその日の午前中に発送すると、そういう風な出荷体制をとっています。スムーズにいけばですね、前日いただいたご注文は翌日には発送しているということになります。土日祝日に限ってはですね、私の地元の郵便局がですね、窓口が閉まっておりまして、荷物が発送できないんですね。ですので、土日祝日の発送についてはこの翌営業日の発送になってしまうんですけれども、都会だとね、休日の窓口が開いていて、スマホのアプリのね、発送の伝票を出すアプリも設置されている窓口がね、土日祝日も都会の郵便局に開いてる窓口があるんだと思うんですけど、私のこの町、西予市野村町の郵便局はですね、まだちょっとそういう体制にはないんですね。まあそれも田舎なのでね、そういったことは致し方ないです。ご注文いただく皆様にも、土日祝日の発送というのはですね、できないということでご了承いただければですね、非常に幸いでございます。はい、圃場に到着しました。ちょっとこのカメラの映像だともう暗い真っ暗なんですけれども、肉眼だとね、うっすら明るくなってます。はい、水の音が聞こえますでしょうか。圃場ですカメラだと真っ暗ですね。これちょっと撮影にならないので、はい、今からね、苔の収穫して、戻って発送作業をしたいと思います。だいぶ明るくなってきましたね。苔の収穫も終わりまして、今戻っているところです。この辺ね、霧が発生してますよね。
今日は薄曇りなので、そんなに霧は濃くないんですけれども、あの辺からね、霧が発生して、その下に、町があるんですけれども、私たちの町があるんですけれども、そこの町にね、霧がわーっと降り注ぐという、そういう町でございます。ここのお水をね、いつもいただいて、自宅の飲用水ですとか料理に使ったりとかですねにしておりますけれども、ここの水がですねめちゃくちゃうまい。本当にうまいですね。苔見沢家はいつもここのお水を使っております。この湧き水のこの横にですね、壁一面ジャゴケがわーっと生えてます。すごいですよね。まあ、いつもありがとうございます。気持ちばかりですけれども、はい、ありがとうございました。それでは作業を進めていきたいと思います。これは今栽培途上から収穫してきました卵系ですね。はい。下処理をしたいと思います。ふわふわのモコモコ。立派に育ってくれました。最近ですね、YouTube で動画公開したりとかですね、Instagram、Twitter で情報発信させてもらっているとですね、よく農場をですね、見学に行きたいとかいうお声をですね、いただくことが増えました。ちょっと前までね、なんかよくテレビとかで、苔ビジネスで年収1000万とかですね、煽り文句というかですね、引きの強い、キャッチコピーで、苔のね、山から取ってきて、でそれを売りさばくと。それで、あなたも年収1000万ですみたいなですね、なんかそういうテレビとかで特集があったりとかして、苔って儲かるんじゃないかとかですね、そういう、風に思われてる方も結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。で、私のところにね、お問い合わせいただく方、真剣にね、苔の栽培を取り組みたいと思って、で、お話を聞きたいとかですね、いう方もいらっしゃるんですけれども、中にはですね、Twitter、インスタの DM とかでですね、とりあえずなんか見させてくださいみたいな感じで、メッセージいただくことも増えまして、そんなに儲かるイメージがあるんでしょうかね。実際、年収1000万いくんでしょうか。私はですね、現在こうやって苔栽培をして苔を販売していますけれども、全然そんなことはありません。そんなに年収1000万とかですね、そんなに行くはずもないですね。はい。私の規模なので、今の規模ではですね、到底年収1000万、手取りで年収1000万っていうなかなか、夢のようなお話ですけれども、ましてやね、苔を山から取ってきて、それを売ると、そんなんで年収1000万とかですね、そんな風に思っていらっしゃる方がいるんであればですね、そんなことは全然ないです。そんな風に儲かるわけないです。ということをですね、お伝えしておきたいですね。YouTube の中でもですね、おそらくこの実際に苔のビジネスをやっていない方がですね、苔は儲かるとですね、いう方が、たまたまこの前お見受けしたんですけれども、その方自身もね、おそらく苔のビジネスがおそらくやってないでしょうし、そのメディアでね、取り上げられたような情報をそのまま、
横流し、情報の横流しのような形で、ただ自分で喋ってるだけだと思うんですけれども、そういう実際のね、その実態も、苔栽培がどういうものなのかとかですね、そういったことを知らない方がですね、儲かるかもしれませんみたいなですね、再生回数をですね、稼ごうとするような動画があったりもしますけれども、山からですね、こういう苔を取ってきて、例えば、メルカリとかでね、販売されてる人、実際、それでお小遣い稼ぎとかされてる方いらっしゃると思うんですけれども、本当にね、それやっててもね、実際それやられた方はわかると思うんですけれども、割に合わないですよね。山から取ってきた苔をですね、メルカリで売ると。お小遣い稼ぎましょうっていうような方もいらっしゃるんだと思うんですね。実際それをやると、おそらくかなりの労力、山に入って苔を取ってきて、で、それをパッケージして売るということなんですけれども、出品してね。で、出所不明の苔なんでね、そんな高くも売れないですし、安くしてね。私もですね、山があるんで、実際山にはね、栽培していない苔を自生しています。本当にいろんな苔が私の山にも自生をしていて、で、それをですね、種苔にすることもあります。実際ですね、山に取りに行っても、ちょこちょこね、お小遣い程度には売れるとは思うんですけれども、取ったら苔ってすぐなくなっちゃうんで、続かないんですよね、山取りで販売してても。他のですね、苔販売業者さんで、山取りで販売されてるところも私も何個か知ってますけれども、すぐ欠品になったりとかしますもんね、苔が。続かないんですよ。すぐ苔がもうなくなっちゃうんで。そうですね、最初はいいんですけれども。なので、実際はそんなに稼げないですよね。もうやるだけ山取りして、そういう、ちょっとしんどい思いするだけでですね。で、わずかなお金が入ってくるだけと。虚しいだけですよね。そういうのは。実際はですね、苔で、山から取ってきた苔を売りさばいて、もう何百万とかですね。そんなことは絶対ないので、皆さん気をつけてくださいね。で、おそらくですね、まっとうにというか、すごい規模で、栽培をね、されていらっしゃる苔農家さん。そういった苔農家さんというのはですね、苔ですね。庭苔のですね、消費量というのはですね、苔テラリウムとかのもう比べ物にならないぐらいの量をですね、皆さん使われますので、そういった苔をですね、もう年間、トレーで言うともう何万枚と栽培しているような、そういった農家さんであれば、それなりのですね、利益も当然あるんでしょうけれども、もうそういった方はですね、代々苔農家やられているところとかですね、そういった方ばかりです。で、私はですね、新規参入で苔農家になってます。まだ駆け出しですけれども、まだ全然そんな規模にはなってません。なのでですね、安易に儲かるんじゃないかっていうことで、苔のね、イメージだけで、そうやって考えられていると、現実は厳しいですよということを、苔農家としてはお伝えしたいですよね。苔をですね、栽培したいとかっていう、その勢いだけで来られるような方にですね、私いつも言うのは、今現時点で苔のことをどれぐらい勉強されてますかということをですね、聞き返すようにしています。で、それでですね、大体その方の本気度というのがわかります。もう全く何もこれから勉強しますというような状態でですね、私のところに来られても、もうお話しすることも全くないですし、こちらもね、何をお伝えしてもいいかもわからないですので、お互い時間の無駄ですもんね、そういうのはね。で、私もですね、こうやって YouTube で補助の状況とかですね、
動画でご紹介はしていますけれども、苔栽培のですね、本当に肝心なところ、企業秘密のところはですね、見えないようには、それなりに気をつけて撮影しています。ですのでですね、基本的にはですね、補助見学とかっていうのはですね、どのような方であっても、どのような場合でもですね、皆さんお断りをしております。その点はですね、申し訳ございません。YouTube でね、お見せする限りのこと以上のことはですね、直接お問い合わせとかですね、直接来られても、私もお伝えすることもしませんし、できませんので、ちょっとその点はですね、あらかじめご了承いただければと思います。ね、山鳥の苔の話に戻るんですけれども、苔ビジネス儲かるみたいなですね、そういうノリで、山鳥した苔をですね、乱獲して販売するというようなですね、方も一部いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、山鳥の苔、自分の山ならいいですけれども、基本的にですね、人の山に入って取ったりとかですね、するの全部あれ犯罪行為になるので、ダメですね。っていうその法律的な問題もありますけれども、自分の山だったとしてもですね、例えば100万円、それで売り上げ作ろうと思ったら、実際にですね、その苔をどれだけ取ってこないといけないのかって考えるとですね、100万円ですよ。100万円の売り上げ。例えば私が今洗浄してますけれども、卵苔。今私はですね、8センチのパックで500円かなで販売してますけれども、100万円それで売り上げ作ろうと思ったら、何個売るんですかね。10個売ってようやく5000円。100個で5万円。1000個売ったら50万円ですね。2000パッケージ売れば100万円になりますね。ですがその2000パッケージ売るのに、どれぐらいの卵毛を山から取ってこないといけないのか考えたらですね、山が何個あっても足りません。それにですね、根こそぎ取っちゃうと苔はもうそこで何年も生えてきませんので、そういうことを考えるとですね、勝手にですね、山から取ってくるのはもう言語道断なんですけれども、自分のところの山でもですね、やっぱり取って売るっていうのはですね、かなり気が引けるというか、取って売ったとしても、その後また何年も生えてこないと。何年どころじゃないと思うんですよ。もう何十年ぐらいで苔はもう生えてきませんので、一回取ってしまうと。なのでそういうことを考えると、山の、自撮りして山で生えてるのを売るっていうのはですね、基本的に私は自分の山でもやろうとはしませんね。やっぱり私がですね、こうして苔テラリウムの苔も販売できているのは、種苔をですね、きっちり効率よく栽培して、で効率よく収穫できてっていう栽培環境があるからこそですね、効率的に販売できるわけでですね。それで実際私はまだ苔の栽培だけではですね、生計が立てれてないので、他の仕事もやりながらこれやってるんですけれども、それでもですね、私は苔栽培をやりたいというですね、強い思いがあって続けられるわけでですね。あとはね、山鳥の苔を減らしたいという、そういう思いもあって、そういう思いがあるからこそ苔のね、生態も学んで、苔の生える環境も大切にしながら、苔の栽培の効率も高めていくと、そういう勉強をしながらですね、苔栽培の農家として少しずつ生計が立てられるように頑張っていけると、そういうことなんじゃないかなと思います。あとはですね、こうやってご注文いただきましたお客様一人一人にですね、こうやって喜んでいただける苔をお届けすると、そういう信頼を一つ一つ積み重ねていって、それでですね、その上に苔農家としての利益であったりとかですね、そういうものが初めて出てくるんじゃないかなと思います。ですので、そういう一攫千金とかそういう意味で勢いだけでね、そうやってお問い合わせしてくる方も中にはいらっしゃって、そうか思うのは勝手なんですけれども、で
なんか苔のことを教えてくれとかですね、苔栽培のことを教えてほしいとか、まず一回農場を見せてくださいとかですね、そういう方結構いらっしゃるんですけれども、でそういう方にはですね、まず私が一番初めに聞くのは、どれぐらい今勉強されてますかということをですね、お伺いしています。私自身もね、こうやって苔農家やりながらですね、日々やっぱり苔のことわからないことだらけなので、これ勉強してるんですね。今でもですね、苔の種類を間違えてしまったりとか、しょっちゅうあります。今はですね、私ハイゴケの栽培をちょっとずつ進めているんですけれども、ハイゴケもですね、いろんな種類があって、ハイゴケっていうその種を見極める、その同定の検査をしているんですけれども、なかなかハイゴケとか難しいんですよね。同定するポイントが。なのでそういったところの勉強しながら、苔栽培、進めています。もし、苔栽培ですね、興味のある方は、それはお話はですね、もちろん聞きますけれども、まずはですね、苔のこと、本を買って、辞典を買ってですね、勉強されるところから始めてみられてはどうでしょうか。まあね、最初に苔にね、興味を持っていただくきっかけとして、苔ビジネスで一攫千金みたいなですね、そういうきっかけとしてはですね、そういう入り口が、まあ、あっても、それは仕方ないのかなと思うんですけどもね。そこからもしね、苔のことに興味を持っていただいて、本当にね、苔に触れていただければ、苔の魅力ですね、そういったものをですね、知っていただければ、それはそれでいいかなと思います。実際ですね、こうやって栽培している苔をですね、こうやって出荷作業するだけでもですね、こうやって苔に触れているだけで、とても苔が綺麗なのですね。苔はとても綺麗です。なのでですね、こういう作業自体がですね、私にとってもとても楽しいことですし、こうやって苔に携われること、苔を仕事にできることをですね、とても嬉しく思いながら、こうやってお仕事させていただいております。まあ、どういうきっかけであれですね、苔のことに興味を持っていただいたのであれば、まずは一度ですね、苔を自分で苔テラリウムで育ててみるとか、そういったことをまずされてみたらいいんじゃないかなと思います。自分でですね、苔に触れることで、苔のことがわかりますし、うまく育つってもですね、失敗しても、それはそれで勉強になります。私も苔栽培、うまくできているように思われるかもしれないですけれども、失敗の連続です。高野の万年草も、収穫の動画をね、見ていただければ分かったかと思うんですけれども、実際にはかなりダメージが出たこともありますし、毛先が傷んだ高野の万年草もたくさんあります。大笠苔なんかもですね、今年ほぼ一回全滅状態、壊滅状態まで行ってしまいましたけれども、そういった経験を通じて、さらにですね、苔の生態のことがよく分かってくると、失敗から学ぶことばかりです。卵毛の8センチ置きパック、もうちょっと詰めましょうかね。よいしょ。パンパンに詰めてお届けしています。収穫できたもの全てがですね、発送できるわけではなくて、こうやってやっぱりクズが出てしまったりするんですよね。これもまた種苔に回していくということをしています。これですね、柵、卵毛の特徴の柵ですね、の跡もあります。これもまたね、これからの時期寒くなってから柵がね、また新たな柵が出てきますので、卵毛ちゃんはこんな感じですね。はい。この8センチパック、8センチ容器のパックにパンパンに詰めてお届けしています。で、実際ですね、収穫してきた発送できる卵毛。で、その際に出た卵毛の、端くれというか、
バラバラになったクズとかですね、根元の部分とかですね、そういったものはこれだけ出てきます。これもですね、栽培に回して使えます。はい。これをですね、今からパッケージしてお客様のところにお届けしたいと思います。ちょっと今日は偉そうなことをですね、言ってしまいましたけれども、ここのですね、栽培農家としてですね、栽培の補助を見てみたいとかですね、そういうふうにですね、言われる方、そういった方にはですね、ちょっとそれを同業者としてですね、ちょっと厳しい目線でですね、現実をお伝えする必要があるので、お伝えさせていただきましたけれども、はい。ご購入の方にはですね、こういう苔テラリウムの育て方とかですね、そういったものもお付けしたりとかして、苔を発送させていただいております。で、苔のご相談、苔の育て方のご相談ですね。一般の方の相談窓口というのは、別にご購入いただいたお客様に限らずですね、全然ご購入いただいてないお客様でもですね、お気軽にお問い合わせいただければと思います。で、はい。ご購入いただいたお客様には、苔見様のステッカーもお付けして送らせていただいております。はい、来ました。今日はこちら2個口です。お買い上げいただきましてありがとうございます。それでですね、今日の動画はこちらで、終わりたいと思います。最後までご視聴いただきましていつもありがとうございます。この動画がもしよろしければグッドボタンよろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録もしまだの方がいらっしゃればチャンネル登録いただけると大変嬉しいです。ナマステ。それではですね、今から発送いきたいと思いますので、最後まで動画を見ていただきまして誠にありがとうございました。では次の動画でまたお会いいたしましょう。さようなら。